落語、神頼み、雨頼み、アロンソ頼み。カナダ GP 初日、アストン・マーティン・ホンダに少し光が見えました。FP1 でアロンソは10位。トップではない。驚くほど速いわけでもない。でも、今のアストン・ホンダの状況を考えると、これは悪くない。しかも舞台はジル・ビルヌーブサーキット。ブレーキングが難しい。壁が近い。ランオフも厳しい。ミスをすればすぐに接触や赤旗につながる。実際、FP1 は赤旗が3回出る荒れたセッションでした。レイシングブルズのリアム・ローソンがトラブルで止まり、ウィリアムズのアレックス・アルボンはグラウンドホップとの接触後にクラッシュ。さらにエステバン・オコンもウォールに当てています。その中でアロンソは FP1 で10位に入りました。スプリント予選では16位。数字だけ見れば残念です。しかし内容を見ると少し違う。攻めた。限界まで行った。そしてぶつけて終わった。成功していればもっと上に行けた可能性も感じる走りでした。もちろん Q3 は難しい。それでもベテランの攻め方、限界の探り方は光っていた。雨頼みだけではない。アロンソ頼みも見せた。アストンホンダに少し明日が見えたのか。その辺を落語と師匠の解説で話します。F1 というものは速い車が勝つ世界でございます。しかし、それだけではありません。速い車、良いタイヤ、良い戦略、良い天気、良い運、そして良いおじさん。ベテランというのは不思議なもので、車が少し足りなくても、まあここをこう走ればなんとかなるという顔をして走る。若手が勢いで行くところを、ベテランは経験で行く。ただし経験で行っても壁は避けてくれません。師匠、アロンソが FP1 で10位だったそうですね。そうだ、カナダ GP の唯一のフリー走行でアロンソは10位だった。今のアストンホンダを考えると悪くない位置だ。10位で光が見えるんですか？今の状況なら見える。優勝争いをしているチームなら10位は物足りない。だが、苦しんでいるチームにとって10位は、井戸の底から見えた星みたいなものだ。星ですか？そうだ。まだ遠いが、真っ暗ではない。スプリント予選は16位だったんですよね。そうだ。数字だけなら残念だ。だが攻めた結果だった。限界まで行って、ぶつけてしまった。それは良いことなんですか？結果としては良くない。だが何もできずに16位なのか、せめて16位なのかでは意味が違う。成功していればもっと上もあった。そう感じさせる走りだった。もちろん Q3 までは厳しい。でも少なくとも完全に遅いだけではなかった。カナダは難しいんですか？難しい。ジル・ビルヌーブサーキットは低ダウンフォースでストップ&ゴーの要素が強い。強いブレーキングが多く、最後には有名なチャンピオンの壁もある。チャンピオンでも壁に当たるんですか？当たる。あの壁は肩書きで手加減しない。チャンピオンだろうが新人だろうが、少しでも間違えればぶつかって終わる。怖いですね。怖い。しかも今回は FP1 から荒れていた。赤旗が3回。アルボンはグラウンドホッグとの接触でクラッシュ。オコンも壁に当てた。ローソンもトラブルで止まった。グラウンドホッグまで出るんですか？カナダらしいといえばカナダらしい。F1 は人間と機械の戦いだが、たまに野生動物も参戦する。史上波乱ですね。そうだ。史上最速の車が史上の小動物に止められる。そんなコースでアロンソは光ったんですね。そうだ。このコースはただ速いだけでは危ない。ブレーキ、縁石、壁、ランオフ、タイヤ、全部を見ながら攻める必要がある。ベテラン向きですか？ベテランの経験が利くコースだ。アロンソはこういう難しい条件でまだ見せ場を作れる。雨が降ればさらにチャンスですか？雨ならさらにチャンスは広がる。だが今回の初日を見る限り、雨でなくてもアロンソならそこそこ戦える感じはあった。雨頼みだけではないんですね。そうだ。神頼み、雨頼みだけでは寂しい。そこにアロンソ頼みが入ると少し現実味が出る。アストンホンダに光ですか？少し光だ。ライトではない。懐中電灯くらいかもしれない。だが、真っ暗よりは良い。
メルセデスは速そうですね。速い。スプリント予選では、ラッセルがポール、アントネットリが2番手で、メルセデスがフロントローを独占した。マクラーレン勢も続いている。上位は遠いですね。遠い。だからアストン・ホンダが狙うのは、まずポイント圏だ。いきなり表彰台ではない。まず10位以内。そこに入れるかどうかだ。アロンソなら拾えますか？拾える可能性はある。ただし条件が必要だ。条件。まずマシンを壊さない。次にタイヤをうまく使う。さらにセーフティーカーや雨を味方につける。そしてアロンソがいつものように隙を拾う。完全にアロンソ頼みですね。そうだ。今のアストン・ホンダは神頼み、雨頼み、アロンソ頼みだ。神様も忙しいですね。神様も雨雲もアロンソも忙しい。ホンダ PU はどうなんですか？まだ苦しい。ただカナダのようにブレーキングと立ち上がり、壁際の精度が問われる場所では、ドライバーの差が少し見えやすい。つまり車だけでは決まらない。そうだ。もちろん車は大事だ。だが車だけで終わらないのがカナダだ。それで今回の話は、アローストは FP1 で10位、スプリント予選は16位だったな。限界まで攻めた結果で、成功していればもう少し上も見えた。カナダは難しく、壁も近く、ランオフも厳しい。その中でベテランの走りは光った。アストン・ホンダにも少し光が見えた。神頼み、雨頼み、ベテランのアロンソ頼みのアストン・ホンダ。明日は頼むよってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。師匠です。ここからはカナダ GP 初日の意味を整理します。今回の放出は、アストン・ホンダがまだ厳しい状況にある一方で、アロンソ個人の経験と攻めの姿勢には可能性が見えたということです。FP1 でアロンソは10位。これは今のチーム状況を考えると悪い入りではありません。一方、スプリント予選は16位。結果だけ見れば後方です。しかしカナダ GP 初日は単純な注意以上に内容を見る必要があります。まず FP1 は荒れました。赤旗が3回出て、マシンを壊すドライバーも出ました。アルボンはグラウンドホッグとの接触後にクラッシュし、オコンも壁に当てています。つまりこのコースでは少し攻めすぎればすぐに代償が出ます。ジル・ビルヌーブサーキットは強いブレーキング、不追石、壁、テイダウンフォースのバランスが難しいコースです。フォーミュラ1公式もこのコースを重いブレーキングとチャンピオンの壁が特徴のサーキットとして説明しています。ここでアロンソが FP1 で10位に入ったことは、少なくとも完全に埋もれている状態ではないことを示しています。スプリント予選16位についても、単に遅かったというより、攻めた結果と見るべきです。もちろん結果を出すには、完走性と安定性が必要です。しかし限界を探りに行ったこと自体は、チームがまだ諦めていないサインでもあります。ここはスクショ保存です。アストン・ホンダに見えた3つの光。FP1 でアロンソが10位に入り、最低限の競争力を見せた。難しいカナダで、ベテランの経験が生きる可能性がある。雨セーフティーカー混乱があれば、ポイント圏が見える。一方で上位との差はまだ大きいです。スプリント予選では、メルセデスがラッセル、アントネッティでフロントローを独占しました。マクラーレン、フェラーリも上位におり、アストン・ホンダが純粋な速さで上位に割り込むのは簡単ではありません。したがって、現実的な目標は、まずポイント圏です。要点をまとめます。第一に、アロンソの FP1 10位は、アストン・ホンダにとって悪くない材料である。第二に、スプリント予選16位は結果としては厳しいが、限界まで攻めた内容には可能性も見えた。第3にカナダは壁が近く、ブレーキングも難しいため、ベテランの経験が生きやすい。第4に上位勢との差はまだ大きく、普通に走るだけではポイントは簡単ではない。第5に雨、セーフティーカー混乱、そしてアロンソの熟練技が重なれば、
初ポイントの可能性が出てくる。つまりアストン・ホンダはまだ楽観できる状況ではありません。しかし完全に真っ暗でもない。FP1 の10位と攻めたスプリント予選には少し光がありました。神頼み、雨頼み、そしてベテランのアロンソ頼み。明日はどれが叶うか、そこが注目です。そういう話です。出典。ロイタース、アントネッリー・ファースタス、インシデントヒットカナディアグランプリプラクティス。ロイタース、オンポールフォモントレアルスプリント、マルセデス1-2。ロイタース、アルボンアウトのカナダスプリントクリアバース、アフターヒッティングラウンドホック。ラッセルフォームラ1公式カナダ GP サーキット情報。フォームラ1公式ライブカバレッジ。お後がよろしいようで。最後に、高評価、チャンネル登録、LINE での拡散、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。